こんにちは。大工の翔燕です。今回もなんですけども、遊びです。ちょうど1年前に杉の丸太なんですけども、この丸太から美味しいところだけくり抜いて、こういう形のバンを作りました。厚みあるような材料なんですけども、この両方を使ってこのバーベキュー用の野外に置くテーブルを作れないかなと思ってます。ではやっていきます。もう冒頭に謝っておくことがあるんで、これちょうど1年前にこれ動画作ってこれにしました。その時にこの木の年で180から200ぐらいかなこう言ったんですけど、これ先ほど正確に測ったんですけども、やっぱし270-80本は確認できます。そんなあったん？ということはなんか100連もずれてましてね、本当に申し訳なかったですハンペラにしてまうとちょっと数えにくいんですよね。これやっぱ相当混んでる方なん？混んでますね。ここ見てもらえば分かるよね。こんだけね、指1本で30年ぐらいですよね。ここら辺で10本でこれもですね、ずーっといってこの子なんですよね。これは何なん？ここがこう黒くなってますよね。最初これ作った時にここからこう金属が出てきました。よくこの山の木でもどこでも伐採したりする時はここにこう札つけたり、ここまでは切りますよ、ここからは残しますよとか、そういう印で最近はつけるんですけども、よく考えたらここまでが180年も経っとんやね。これ江戸やでこれはホッチキスじゃないんですよね。そうやね。そんまな時にさか槍を刺してこう先っちょが残ったのがそんなんじゃないでもこれ金属があるとここ黒くなるんやな。もう絶対に黒くなります。サビですねこれで。もう最初にこういうチェーンソーの傷もこれを少しもうまっすぐしてね蹴っていくんで。でもこれほんま何の金属やろうね。180年前。詳しい人お願いします。それではテーブルの方からやっていきます。この頃ね DIY と仕事の区別がなかなか正直つかないようになりました。これ最初に DIY としてこの丸太からテーブルを真ん中だけ切り出しました。で1年乾かしたんですけども、正直2年、3年までいかなくてももう少し置いとくべきかなと思ったんですけども、これがねこのリフトの小屋というかもう邪魔になってきてね、それとヒーさんに当たるとこの割れてきますしね、それならバーベキューの台がないな、テーブルを作ろうか、自分とこの材料なら半生でもいいかなということでやっていきます。でもホッチキスのような気するんやけどな。ほじくり出すん。ここでなくなったかもしれんね。ではテーブルを削ってきます。テーブル削る言っても大きい機械がないんで電気ガンナー一丁で仕上げてきます。昔から電気ガンナーを自由に使えるようになると本当に楽ですよ。大きな機械があればそれはどんなバンでも削れますけどね、この電気ガンナーを使いこなせれば900のバンでも1200のバンでも同じです。まずバンのねじれを取ってきます。木でも定規でもまっすぐなものを両端で平行に置いてください。これが少し斜めなだけで違います。そしてそのネジがなくなるまで対角に削っていくようになります。とにかく定規の棒を平行にします。そこまでできたらネジが抜けたのと同じです。それからその面を両端で長い方向にまっすぐ通してやればいいんですね。それだけでバンの一面はまっすぐ削ることができます。その前に電気ガンナーを 0.5 ミリ単位でカンナくずがシュッシュッとこう出るぐらいの厚みで削っていくことができないとちょっと難しいんですけどね。表の一面が削れたので厚みを揃えて今度は裏側を蹴っていきます。これ今毛引きをかけてるんですけども、別に毛引きではなくて小口に墨を打ってもらっても別にいいんですけども、裏は鎖も残ってますしね、チェーンソーも大きく入ってます。で吸い口と株は結構厚み違ったですね。こっちの方がバンバン薄いってか薄いやんか。
この電気ガンナーの横ずりというのは普通に繊維に沿って削っているよりはもう楽に早く大きく落ちてくれます。割と慣れてくるとこの横ずりは楽ですよ。とりあえずテーブルの板ができたので、今度はこの同じともぎですね、アンペラでも大きく肉のついてる方で足を作っていこうかなと思います。硬いわ。柔らかかったら使えんけど、わお、これずっとおるんかもしれん。ちょうど中間にね穴がありまして、穴の具合でねどこで切ろうかなって探ってます。テーブルの高さを730番の分だけ引いてこの足の長さを取るんですけども、そこら辺にあるもんは何でも使えで、この平行なこういう番がありますと楽ですね。一気に2本分の炭ができる。いくらなんでも DIY でもチョークラインでものづくりをしていく、自分ぐらいでしょうかね。それではこの足を切っていきます。もちろんこのいつものチェーンソーで切っていきます。このチェーンソーも買ったんですけどね、 DIY で丸太を切るだけのチェーンソーになってしまいましたね。正直これを仕事でっちのはちょっと無理がありますね。でも一口切るのは本当に楽です。楽ですって言うとる割にはこのノコギリでシコ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 惨めですね。例の穴、はい、あ、さっきのこういう足ごっついね。あ、でもこの穴面白いやろ。いや、よかったよ。なんかトトロの穴みたいな。少しでも軽くするようにと安定感を増すように三角に真ん中を抜いていきます。半丸ですからまん丸よりは安定感はあるんですけども、これを真ん中をすいて L 型にしてやると安定感がグッと増してくれます。で、軽くなれば一石二鳥ですね。
この表面の鬼皮もね1年前に剥いとくと剥きやすかったんでしょうけど、また帰って皮を剥いてしまうとね、外の天日干しでもうほかしてあると帰って今度は表面がバラバラに割れてしまいます。まあどちらが良かったんか、結果的にあまり表面が割れなかったこの方が良かったんかなと思いますけどね。でも中だけはもうこれ水が入り込んでましたね。これは株の穴が上向いてたってことですね。中を切り替えた部分も電気ガンナーをかけときます。電気ガンナーって本当に便利ですよ。どんな形でもかかりますね。ただもうかからないのは表面が反った曲面ですね。膨らんでいるのは削れるんですけども、反ってしわんでへこんでいる部分だけは削れませんね。こういうところはチョンナが最適ですね。昔の道具ってよくできたもんですね。そして仕上げは月のみで切ってやれば仕上がります。えらいガタついた削りですね。でもこの電気ガンナと木を見てください。どんだけ入れてもブレはないですよ。綺麗に削れてますよ。足でかくね。ようでかいな。影っちゅうがあるな。やはり少し大きすぎましたね。まあ4センチか5センチ落とすと揃うんじゃないですか。それにしてもこの小さい方のチェーンソー切れませんね。チェーンソーが切れないとね、ノコクルと一緒の穴が出ます。細かい粉になって細かければ細かいほど切れない。今度目立てしておきます。加工ができたので第一スタジアムに戻ります。では最後にこの鬼皮の残りをきれいにしていきます。鬼皮もね1年前に本当に剥いてあるとここまで汚れなかったんですけども、どうしても木の皮のアクとね、そして太陽が当たって乾いてなかなかこのこびりついたのが取れません。でワイヤーブラシでバーッとこすって結局オイル塗りますから、少しダラダラになってもワイヤーで磨いていきます。この穴の口だけはベルトサンダーで少し傷がついても削ってやりました。テーブルの方も仕上げていきます。バナ押し程度にねカンナかけてやって、そしてペーパーで仕上げていきます。オイル塗りますから、最後は240番ぐらいで仕上げてやります。そしていつもの秘伝のタレを塗ります。ローラーがねちょっと使い古しだったんでなかなか転がりませんね。でも塗るというよりはたっぷりと流し込んでね、外の置きっぱですからすぐ落ちてしまうと思うんですけども、目いっぱい木に吸わしておきます。
仕上がってみればまあまあこう目の込んだねいい色の杉板になったんですけども、この真ん中の鉄粉と端からアクが染み込んでしまいました。これさえなければねまあ良かったんでしょうけどね。そりゃ落ちてた材料にそんなにいいもんはありませんよね。まあ放っておけばこのチップになるだけでしたから、まだこういうバンで使ってやるその木も喜んでるんじゃないですか。まあこっちの勝手な言い分ですけどね。これがほら赤身の杉のアク。まあでも色の杉をひねにひねとるからな。遊びでやってみたんですけども、これでバーベキューのテーブルできました。まあ見た目はごつくなりまして邪魔になりそうな感じに仕上がってしまいました。文句は言われるでしょうけども、ここで置いておきます。以上、大工のシャインでした。